それでは1番をお選びいただいた方、リーディングを行っていきます。今回のテーマは、待ち望んでいる結果はいつですかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。では、タロットカードを使って出していきます。こちらから7枚カードを出して、対策や課題、実際に待ち望んでいる結果は来るのかどうか出していきます。そしてタロットの他にエンジェルアンサーカードも使ってイエスオアノーではっきりと答えを出していきましょう。それでは結果をお伝えしていきます。まずですね、振り返りを行っていきましょう。今までのあなたの取り組み、歩んできた道を振り返ります。待ち望んでいる結果について迷っている時期もあったんだ。これで果たして合っているんだろうか。悩んでいた、葛藤していた、そうですね、そんなカードが出ています。心の迷い、惑わすものっていうのが出てきていて、その悩みや葛藤から抜け出して今は目標に向かって取り組んでいる、目的に向かってあなたが勇気を持って行動に移しているよっていうのが入ってきています。もうここから立ち去るんだと、迷いやネガティブ、不安な思い、このね、がんじがらめになっている心の中とか思考がこんがらがっているものから抜け出したんだっていうね、動いたんだっていうのがもう出てきています。これが今までの振り返りですね。そしてその待ち望んでいる結果はいつ届くのかっていうのはね、もう心配いりませんよっていうエンジェルアンサーのカードが入っています。心配には及びません。大丈夫です。それはうまくいくでしょう。そしてこちらの周りの状況、周囲の環境っていうところでソードの5番のカードが入っています。勝ち負けに関わるようなこと、対人関係の争い、対立、意見の食い違いっていうのが入ってきますね。情報のやり取りの、誤解とかね、すれ違いとか、そういうことも言われてるかな。傷ついた、傷つけられたとか、傷つけてしまったとか、そういうこともあるかもしれません。これが今の周囲の環境、状況として入ってきているので、周りでバタバタしていたりとか、嫌だなと思う人がいたりとか、ライバルの存在っていうのを感じているかもしれません。周囲の状況はあまり良くはないかなと思いますね。ただその中でもね、自分が切り抜けていきたいんだっていう気持ちや、現に行動に起こしているっていうあなたの姿っていうのが見えているので、それは結果となってね、返ってきますから、一つの答えとか待ち望んでいる結果としてあなたが掴み取ることができるっていうのが入ってきていますから、心配しないでくださいね。そしてその課題になっているところっていうのがフールのカードでもあって、深掘りでシャドウキャットも出しています。リターンホーム、戻る途中だ。もう振り返らずに進んでいこうっていうふうに思った。だけども時々振り返って、過去を振り返って今まで来た道をたどって、あの時はこうだったのかな、ああだったのかなっていうふうに時々ね、止まってしまうところがあるのではないでしょうかと。そして一人は怖いとか、孤立するのは嫌だなとかね、あとは安心して歩んでいきたいので安全を確保された道が欲しいとかね、確かなものが欲しいっていう気持ちもあるんじゃないか。それがね、
今課題点として入っています。もっと自分の思うように先がどうなるかわからない、確約されていないけれども、そこに飛び乗っていく勇気っていうのは持ってますよねって。あとはそのままやってみましょう。そしてもし不安だと今思うのであれば、計画を立てていけばいいのではないかっていうのもね入ってるんですね。先が見えないからこそいいのではないかっていうふうに思ってもいいし、いやもう先が見えないのは勘弁してほしいって、どうしても綱渡りは嫌なんだっていう方はね、計画性を持って計画立てて、いつまでにこれをやって、いつまでにこうしてっていう具体的な段階を踏んで、確実に自分が進んでいけるように、もう自分が責任持ってやっていけるんだっていう覚悟ですよね。それがあるのかどうかっていうのが実際の課題として入っています。待ち望んでいる結果をあなたが手に入れるために責任のある行動や覚悟っていうところが課題になって入ってくる。で、そして対策のところにこちらですね、みんなが協力してくれるんだって、一緒に分かち合ってくれる仲間たちがいるから、あなたは決して一人じゃないんだよって、過去を振り返る必要もないし、必要であればね過去を振り返ってもいいんだけれども、過去を振り返りすぎる必要なく、今この瞬間をあなたっていう存在をね応援してくれる人たちが近くにいるから、仲間との縁をつないでいく役目があなたなんだよっていうことです。あなたがいるから周りが明るくなる、賑やかになる、あなたが架け橋となるんです。周りは確かに対立していたり揉めたりとか、何かと慌ただしいです。その中で自分で夢を叶えるために動いていることありますよね。平和的に解決したい、そのために率先して自分が解決する方へと働きかけていくんだと。中には自分の振り返りを行って後悔したり悔やんだりすることもあるだろう。責任を問われるようなこともあるだろう。だとしたら責任感を持って取り組んでいけばいいんだよっていうことを応援してくれる人もいる。あなたがみんなのために頑張りたいと思っている気持ちもある。それを大切に思ってくださいねっていうカードからのメッセージ。そして近未来の流れ、やはりカップの2番が入っているので、あなたにとっての強力な助っ人、パートナーですね。人と人とのつながりを感じ合えるような近未来が待っています。だから心配しないでください。過去を振り返らずに、今あるご縁や今あなたの周りにいる人たち、またはこの人たちをつなぐ役目が自分なんだっていうことに気がつきましょう。そんなメッセージですね。また自信が持てるようなことがあると思います。こうやって人と人がつながっていくこと、自分が誰かとつながり合ってこの思いを共有して楽しい時間を過ごすことによって、あなたの自信がつくというかね、周りのことをそんなに気にしなくていいんだとか、敵はいるけれども味方もいるとかね、ここばかりに目を向けるんじゃなくて、争いごとに目を向けるのではなくて、協力して成し遂げる思い、出来事、みんなと作る楽しい時間、ここに目を向けましょうっていうことですね。そうすると気持ちが楽になるよっていうこと、そしてより一層自分の目的がはっきりとして、目的を、そして結果をつかみに、あなたがより勢いを増して進んでいくことができるだろうっていうふうに、今以上にね目的意識がはっきりとするとか、責任を持って成し遂げることができる、勢いよく進んでいくことができるだろうっていうカードが出てきています。周りの人たちがねあなたを救ってくれるだろう。その毒にもなるし薬にもなる、かなりこの周りの人たちっていうのが入ってきますね。嫌な人もいる、だけど大事にしたい人もいる、大切に紡ぎたい相手もいるということで、かなりこの周りの人たちっていうのがね左右してくるかなというふうに出てきています。ですが心配には及びません。あなたはここのつながりを大切にしていきながら自分の目的を叶えていくんです。ではその目的、待ち望んでいる結果はいつやってくるのか、具体的な数字をトランプからもらっていきましょう。これは何日後でもらっていこうと思います。待ち望んでいる結果は何日後にやってきますか？トランプから1枚もらっていきます。
はい、このカードですね。2、2日後です。2がラッキーナンバーですね。そしてこちらのカード、自分のやはり夢や目標とか、自分の気持ちの情熱ですね。これを大事に持って具現化させていきましょう。これね、すごく大事なんだよって、情熱ですね。目的とか情熱だと思います。本当に根源にあるものを自分がこうしたいんだって、こういうのを作り上げたいんだ、モチベーションとか今高まっている気持ち、これを形にしていきましょうっていう、これが具体的なメッセージでもあります。今一番大切に持っているものって、自分の中の燃え上がる気持ちや本当に野望ですよね。これを叶えたいんだっていう強い願い、これを具現化させていきましょう。そしてあとはアドバイスカードね、もらっていきましょう。2日後ということで、ではその他にね、何か気をつけることや、メッセージなどあればくださいということで、チベット構想オラクルから、カードをもらっていきます。そしてタロットカードからも1枚アドバイスカードもらっていきましょう。ラッキーナンバーは2番です。どんな困難があっても、嫌なことがあっても振り返らずに、そして進んでいきましょう。嫌な人と付き合いしなきゃいけない時もある。だけどあなたを応援してくれる温かい存在がいるので、嫌なことがあったら温かい存在のもとに帰っていきましょう。そしてタロットカードからの好転アドバイスです。こちら大アルカナ22枚で構成されています。こちらからもらっていきましょう。好転アドバイス。待ち望んだ結果、それは人とのつながりやご縁っていうところ、そして自分の行動力、行動することに意味があるとか、目的意識、責任感を持ってやり遂げることができる、行動力がアップするっていうことですね。はい、では、まずね、タロットカードから好転アドバイスです。スター、夢は叶います。希望を持って希望を持ち続けていきましょう。はい、というね、スターのカードです。願望が叶うよって言われているカード。そして不安に思うことがありません。まだまだ先のことに思えるかもしれませんが、心配には及びません。それはやがて叶っていくでしょう。では、チベット構想のオラクルカードからのメッセージです。はい、もらっていきましょう。親とはあなたをこの世界につないでくれた一筋の糸です。他人の美点を気持ちよく褒めることができますか？この2つのメッセージを今ね、お受け取りください。親とはあなたをこの世界につないでくれた一筋の糸です。つなぐっていうのがありますね。あなたをつないでくれるもの、存在、関係性、そして他人のことを、他人のいいところ、美しいなと思うところを気持ちよく褒めることができるのかどうか。いや、嫌いな人のことは褒めることができない、そんな自分がいけないってわけじゃなくて、あなたの味方になってくれる人たちっているので、ここに確実にいます。大切な存在、仲間たち、この人たちを心からありがとうって伝えたり、こんなところ素敵だよっていうふうに褒めていきましょう。嫌だなって思っている人についてはもう距離を置いていいと思います。はい、そしてこちらのカードからもメッセージをもらっていきましょう。そしてこちらのメッセージもやはり目覚めとか流れに身を任せるっていうカードもあります。また流れをね、生み出していく、せき止めているものを流すっていうのもありますね。流すことによって不要なものは流し切ってしまう。そして流れをもうこれ以上止めないようにする。今までの過去を見ていると、流れをね止めているような自分、過去を振り返ってね後悔して、これから先の未来について不安に思って、うまく流れていかなかった感情や、流れすぎてしまって抑えが効かなくなってしまった流れについても、これから良い流れになっていくでしょうって、
せき止めすぎずに、流れすぎずにね、この感情も穏やかに流れていくだろう。そして気づきや目覚めを表しているので、流れとともに、自然の流れとともに、そこに真実に気がつくとか、新しい自分を発見できる、新しい真実を知ることができるでしょう。そしてお選びいただいたオラクルカード、こちらもエモーションズ・アー・リフレクション、感情の反復、反射っていう言葉が入ってきています。あなたの感情の揺らぎを感じてください。もしかしたら流れが溢れすぎている、感情が溢れすぎていたのかもしれません。誰かに対して嫌な思いを抱きすぎていたり、そしてマイナスに捉えてしまったり、ネガティブに捉えてしまったりとかね、そんな気持ちの揺れっていうのがあったかもしれません。心の中に深く潜り込んで、自分が何を求めているのか、何をしたいのか、誰と一緒にいたいのかっていうことを深く深呼吸をして考えてください。深呼吸がおすすめです。また、水の流れを感じること、自然に触れることもいいでしょう。この穏やかな流れを見て、自分の心の静けさを求めていってもいいと思いますし、水に触れることで半身浴をしてリラックスしたりとかすることによって心が落ち着きますと出てきています。自分の感情が穏やかになるのを感じましょう。あなたの心に深く深く潜り込んでいって、そしてこちらも入ってますよね。他人のことを気持ちよく褒めることができるのか、そしてあなたをこの世界につないでくれたご縁、ご両親のことっていうのも入ってきています。今ね、このご両親に今離れている方はね、会いに行ってもいいかもしれません。このカードにもね、戻る途中っていうカードが入っているんですよね。家に帰るとか、一旦ね戻るとか、そういうことも含まれています。何か帰省する、戻ることによってあなたに気づきをもたらしてくれること、ヒントが出てくるかもしれません。アカシックフロー、そして感情のこちらは反射、感情が反射されています。あなたがどんな感情でいるのか、その感情がそのまま照らし出されてくるので、前向きな気持ちでいられるように、感情のコントロールができるように、今人とのつながりね、この人とのご縁を強めていきたいんだ、楽しい気持ちを共有したいんだっていう人に目を向けて、もうこの人は一緒にいたくないっていう人とはね、距離を置くなどしてうまくバランスをとっていってください。待ち望んでいる結果はやってきます。心配しなくても大丈夫ですよっていうカードが出てきていました。ラッキーナンバーは2番です。今回は待ち望んでいる結果について見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、待ち望んでいる結果はいつですかというのをテーマに見ていきます。よろしくお願いします。まず最初にタロットカード、そしてエンジェルアンサーカードを使って待ち望んでいる結果について見ていきます。はい、それではカードを出したので見ていきます。そうですね、2番さん、ここに手放しのカードが出てきています。確かに手放すことありそうです。
どんなことを手放せばいいのかという深掘りでシャドウキャットのカードを出しています。両思いのカードが入ってるんですが、これは何を手放すのか、その過去にとらわれることを手放しましょうっていうのが入っています。相手を頼ってもいいんですよ。不安に思ったり疑う気持ちを手放しましょうっていう答えが出てきています。そうですね、ここ、かなりこの気持ちっていうね、過去に引きずられないっていうのが入ってますね。その待ち望んだ結果がいつなのかっていう、その前にね、あなたが手放すものがたくさんあるよ。たくさんっていうのは多種類あるのではなくて一つのものなんですが、その大きな気持ち、大きく抱えていたもの、過去ばかり見ていてはいけません。美しい過去もあったでしょう。それもあなたの一部となって生きています。過去にとらわれるのではなく、これから先の未来を描いていきましょうっていうのがストレートに入ってきています。またこれから先、あなたが未来を向いて歩んでいけるようになる、過去とすっぱりさよならして自分の中で歩み始めることができるよっていうのが言われています。今はまだ過去にとらわれていて、あの頃を懐かしんでいたり、自分の中に閉じこもっていて、やはりね、過去に目を向けてそこからなかなか抜け出せない、周りの声が耳に入ってこないとか視野に入ってこない、自分の世界、自分の殻の中に閉じこもっているっていう方もいると思います。そこから未来を向いていくことがこれからのね、ポイントとして入ってきています。そして今のね、課題のところにこの無力感のカードとペンタクル8が出てるんですよね。争い事が起きたのではないかと。自分を巻き込んだ争いかもしれないし、自分は傍観者としてただ見てることしかできなかったんだ、ただ周りがすごく争っていたんだ、それを見たくないんだっていう気持ちがあったとか、もう争いそのものですよね。自分を取り囲む環境が争いっていうところにあって、なんて自分は無力なんだろうとか、誰かのために何かをしてあげることができなかったんだろうということで、過去からなかなか抜け出せないっていう方もいるかもしれないですね。自分が無力だったってことがだったんですよ。過去形なんですよ。だったっていうのが入ってきていて、過去できなかったことを悔やんでいたり、もっと頑張ればできたんじゃないかとか、あと継続力のカードなので、どうして続けることができなかったんだろうって、そういうふうに思う自分の気持ちから、もうここでね、すっぱり断ち切って未来を向いていきましょうっていうカードが出てきています。囚われていたことあったのではないでしょうか。じゃあどうやって乗り越えていけばいいのかなって言ったら、自分自身を、自分の中のね、野獣とも言えるこのライオンです。この獅子がある自分の一部なんですよ。猛獣のような自分をうまくお付き合いしていきながら、コントロール、制していきながら、自分を制していきながら、そして自分を律していきながら立ち向かっていく、取り組んでいくんだっていうね、真の強さを持っていきましょうっていうのが対策のところに出てきています。これから先、未来を向いて歩んでいくために、こちらの課題になっているところにワンドの3番、未来を向いて未来を期待していきましょう。今それができていないのが課題なのではないか。周囲も争い事が起きない、周囲のために自分が誰かのために力になることができなかった、継続して続けていくことができなかったっていうふうにあなたが感じている。それは自分のまるまるできなかった、過去にこうだったああだったっていうところをね、律して乗り越えていきましょうって、力強く自分に強さっていうところを求めていきましょう。過去できなかったから自分が無力だ、弱い、できないんだではなくて、未来やっていけるんだって、過去は過去でこうだったんだけれども未来の自分は違うんだと、そういうところを手放しましょうっていうのが出てきています。そうですね、取り組んでいくことができなかった、でもね、取り組んでいこうって思えばできるから大丈夫だよっていうところ、そしてこちらもね、やっぱり人間関係のことっていうのが入ってきています。人との絆の構築のことで、あなたがわだかまりが残っていたりとか、あとそうですね、やっぱり思い出していては痛い思いをまた掘り起こしてしまうんだっていうところ、そこを癒してください。自分の痛みを癒したら、あとは光の世界が待っているでしょう。
なのでね、やっぱりこの後ろなんですよね。後ろ側を見てしまっていて、どうしてもねその傷から乗り越えることができないとか、自分自身をねコントロールすることがなかなか難しいと、ネガティブな気持ちやイライラする気持ち、自分自身に対して腹立たしくなってしまうことを自分自身で制御することができない、これを制御することができるようになるので、過去から抜け出していきましょうというねメッセージです。そして近未来の流れとかも見ていっても、やはりあなたはこれから未来に向かって歩み始めることができるし、そこには仲間たちが待っていて、素晴らしい世界を築き上げることができる。自分一人ぼっちじゃなかったんだってことに気がつくとか、そうですね、支えてくれる人がいる、一緒に喜んでくれる仲間たちがいるっていうことで、ここの喜びに気づいてください。仲間が待ってますよっていうのが言われています。未来期待してくださいねって、過去を手放しましょう。ではこの手放しが行われるまで、その待ち望んでいる結果が訪れるのは何日後ですかっていうことで、何日後でもらっていきます。トランプから1枚もらっていきましょう。待ち望んでいる結果を手に入れる前に過去を断ち切って未来を歩み始める。具体的な数字は5です。はい、5日後がポイントになってくるでしょう。そしてこちらやっぱりこの競い合うとかっていうねワードが入っています。誰かと競い合ったり揉めたりとか、その時に自分が役に立たなかったんじゃないかとか、または自分自身がこの争いの中にいて、ライバルがこうだ、自分と誰かを比較してこうだと思うことを手放すっていうのかもしれません。こちらね、5番っていうのもお受け取りください。では好転メッセージもらっていきましょう。こちらはチベット構想のオラクルカードからそれぞれ1枚ずつもらっていくのと、あとタロットカード大アルカナ22枚の中から1枚、アドバイスをもらっていきます。はい、こちらでもらっていきましょう。ではまずタロットカードから見ていきます。エンペラーのカードです。はい、こちらのカードは安定とか不動っていうのを表します。落ち着いてゆっくりと取り組んでいきましょう。これから力がみなぎってきます。その力は安定したものになり、不安から自分自身を守り、そしてこれから先の未来に向かってあなたが歩んでいけます。不安になったり誰かに左右されたりとかすることはなくなっていくでしょう。安定っていうのが入ってきますね。そしてあとはこちらのメッセージもらっていきます。怒りはあなたを蝕む毒です。もう腹を立てるのをやめなさい。自分を守ろうとして自分を不幸にしていませんか？というね2枚のカードが入ってきました。かなりメッセージ性の強い、カードですね。自分を守ろうとして逆に自分自身を不幸にしていったのではないかと。そしてもう腹を立てるのはやめていきましょう。自分自身に対して不甲斐ないなって怒っていたのかもしれないし、誰かに対して怒りを覚えていたりとかしていたかもしれない。またはね、争い事から自分を守ろうとしていたのかもしれないんですが、それは過去のことじゃないですかと。過去を手放すことによって、または過去に起きた感情を手放していくことによって、あなたはそこから解放されていきます。そしてお選びいただいたオラクルカード、こちらからメッセージをもらっていきましょう。Find Your Heaven。これはあなた自身の天国が見つかるでしょう、見つけましょうということで、やはりこのゲートの先をくぐっていきましょう。この先の未来ですね、ここにまた違う世界が見えています。そしてあなた自身の持っている夢に対して制限はないんです。そしてあなただけを待っているここの未来があります。
あなただけを待っている仲間たちがいます。なので安心してこの中に飛び込んでいきましょう。未来に向かって歩み始めてください。待っている人がいますよっていうことで、あなたの中の天国、安心できる場所が見つかります。今回は待ち望んでいる結果はいつやってきますかということで、ラッキーナンバーは5でした。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは、待ち望んでいる結果はいつですかということについて見ていきます。よろしくお願いします。早速タロットカード、そしてエンジェルアンサーカードを使ってはっきりとイエス・ノーを出していきます。よろしくお願いします。はい、それではカードが出ましたので見ていきます。まずエンジェルアンサーカードは妥協をしましょうっていうカードが入ってきています。そしてその他も、見ていこうと思います。まずこちらジャンピングで出てきているシャドウキャットのカードは、注目の視線、注目が集まる。この視線とか注目っていうのがまず一つのポイントになってくるかもしれません。こちらは後でアドバイスカードでもらっていきます。まず注目っていうカードが入っているのと、今までの振り返りを行っていきましょう。ハーミットとワンドの9番が入っています。練りに練って考えている、熟考しているとか、今将来のことについてとか、今知りたい答えについてじっくり考えているんだけど、じゃあ考えた先に答えが見つかっているのか、動いているのかといったらストップ、動いてはいないです。考えて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 、そしてあらぬことを考えては、これは違うんじゃないか、これは答えじゃない、どうしたらいいんだろう、悩んでいるというよりは未来に対して臆病になっていたりとかしているのではないかなっていうのが、変化に対して恐れている、その悪くなりたくないなとか、自分は対応していけるんだろうかとか、今いる場所を手放したくないとか、そういうことが伝わってきます。そしてじゃあ障害になっていることってじゃあ何なのかっていうところを見ていくと、ここのカードなんですね。強行のカードです。そして加えて深掘りのシャドウキャットで仲良しのカードが入っていて、ワンちゃんと猫ちゃんが並んで寄り添っています。猫と犬といったら違う、その猫と犬っていうね、違う生き物なんですが、でも寄り添っているよっていうことがね、強く出てきてるかなと思うんですね。そしてここね、違う業種や、そして自分とは違うっていうふうに思っている人たちと分け隔てなく自分がお付き合いしていけるかどうか、人前に立って自分が接していけるかどうか、平等性だったり差別をしないっていうこと、比べないとかっていうこともそうかもしれません。ここに対してね、障害っていうのが入ってるので、誰かと比べていて動けなくなっていたりとか、または自分とは違うものを受け入れづらい状態に今いるとか、本当はそうじゃないんだと、たとえ自分と違う意見を持っていても、対立しても、それをお互いね、受け入れ合って仲良く過ごしていけるのを目標にしてるんだけど、勇気が出なくて近づくことができないなど、そういう不安っていうのが出てきているのかもしれません。ここはみんなに対してあなた自身がどう振る舞っているのか、
違いに対してどう受け入れているのかっていうことが今の課題点として入っているのかもしれません。または年の差だったり何かの比較をしないということ、そして広い範囲で人々を受け入れる、みんなを受け入れていくことっていうね、この温かい気持ち、親切な気持ちっていうんでしょうかね。誰かを愛することではなくて、みんなにね優しくするとか、この人は違うからとかっていうことではなくて、その違いもね受け入れる懐の広さ、温かさっていうところでしょうか。ここが今課題点として入っています。それで、じゃあ私は冷たい人間なんですかとか、そういう懐がない狭い人間なんですかって言ったら、そうではないんだよってこと。あなたが敏感になっていて、今の状態がね敏感になっていて、うまくここが発揮できていないんだよっていうことが出てるんですよね。人目を気にしていてなかなか行動に起こせないとか、本当は温かい気持ちを持ってるんだけど今ちょっと弱くなってるよって、弱まってる原因はなぜかというと、怯えてるんですよね。何か考え込んでいて、自分はできないんじゃないかとか、考えてっていうところで、この温かいところが今見えづらくなっているような状態なので、もう少しこの温かいところ、あなたの温かい部分っていうのを見えるように持ち上げていきましょうっていうのが課題点なんですね。そして周りの状況は今どうなってるのかって言ったら、節制のカードです。これを見る限りだとうまく流れているようには見えるんですが、果たして本当にそうなんでしょうかっていうのがね出てるかなと思うんですね。一見うまく見えているかもしれません。うまくね調和が取れているように見えるかもしれません。ですが、あなたの本心、あなたの心の目から見たらそうではないんじゃないかと見えています。周りとの差を感じていたり、逆にね乱れていたりとか、周りとのバランスっていうところをあなたがかなり気にしている。だから周りの状況っていうのが、これね周りの状況を表すというより、あなたの意識的な問題で周りをこの平和にとか平等にとか穏便に済ませるようにっていうことをすごく意識されてるのかなっていうのを感じます。だから自分がすごく意識していて、あまり悪いことになんなきゃいいなとか、自分がうまくねやっていこうっていう気持ちが強く働いているようにも感じるんですよね。周りは常に一定でなければいけないとか、そうですね、違いを受け入れる自分の温かみがあるからこそね、周りに平和をもたらしたいっていう気持ちが強く働いていて、すごく周りのことを考えているんだけど、考えているだけでそこから先にじゃあ何ができてるのかって言ったらイエスにはなっていないのかなとも思いますし、周りのことっていうのを考えたり、また逆にね考えたくない、もうねどうでもいいやって思える、正直ねそう思いたいっていうような自分もいたりして、今そうですね、いろんな自分がごちゃごちゃっと入っているような感じがしました。はい、そして対策のところにカップの6番のカードが入っています。そのあなたのね今言ったお伝えした温かい部分っていうのを表に出していくためにっていうことを、同じようなことをお伝えしてきてくれてるかなと思いますね。あなたはすごく優しいし、周りのことを気遣っているし、自分自身も大切にしている、本来だったらねすごく温かい方で、どんな違いがあってもみんな仲良くやっていこうよっていうね優しい気持ちを持った方です。広い心を持った方です。人とのご縁を大切にしたりとか、そういう方なんですが、今できていない状態、なぜか周りのことを気にしすぎていたり、バランスっていうところに対して、あとはねバランスが乱れてるから本音では違うよって言いたいんだけど言えないとか、周りの人に対してそういうところがあるんじゃないかな。自分の気持ちを大切に持ち続けてね。そしてここね動けなかったところに対して動きを何か出さなきゃねっていうところなんですけど、無理して何か行動に起こさなきゃいけないっていうわけじゃないからね、自分のペースで構わないので、自分の気持ちを大事にしていきながら温めていきましょう。じっくりとね温めていきましょう。そうですね、これからどんな天気が訪れるのか、少しねアドバイスもらっていきましょう。選択のカードが出てきています。さあどの扉をくぐっていきましょうかっていうことで、たくさんの選択肢があなたの前に訪れています。
だから変化は必ず迎えるんですよね、扉をくぐるから。でもどの扉をくぐっていったら一番安全なのかがわからないっていうことで、今立ち止まってるのかなっていう気がします。例えばどの選択をしたら周りとうまくやっていける、争い事もなくね、落ち着いてやっていけるんだろうっていうことで考えているのかもしれないしっていうところでね、選択のカードが出てきています。どの扉をくぐっていきますか。そして答えは妥協しましょうっていうカードですね。そして近未来の様子もワンドのキング、アドバイスカードもソードのキングということで、自分がねみんなを引っ張っていかなきゃいけないんだとか、何々しなければいけないとか、そういうところを妥協するっていうことかなと思いますね。なんか責任感を感じるようなことが最近あるんでしょうか。私しかいない、これをできるのは自分しかいない、周りをまとめ上げるのは自分しかいないんだとか、そのようにね、周りのことをすごく意識的に考えていて、または自分の夢目標を叶えるために自分が今もっとね力をつけてやっていかなきゃいけないとか、本来あるべき自分の姿に戻っていかなきゃいけないとか、さらにそれ以上に自分が頑張らなきゃいけない、まだまだ足りないんだとか、もっと自分でね迷わずに今の自分からガラッと変わってね、選択して安全な道を選んで、自分が思う存分魅力を発揮できるような未来を作り上げなければいけないっていうふうに考えすぎているのかもしれないっていうのが出てきてるんですね。確かに頼もしいカードたちなんですが、どこかで責任を感じすぎてしまっているのかもしれないですね。だからそこについて〇〇しなければいけないっていうことは妥協しましょうってことですね。多少ねこうじゃなくてもいいんだよっていうところを認めてあげるっていうことでしょうか。そしてこちら注目の視線っていう風に入っています。みんなから視線があなたに集まってくる、それがプレッシャーに感じていませんか。期待されて重荷になっていませんか。自分がやらなきゃいけない周りから期待されていませんか。あなただったら何とかしてくれるだろう、そのように思われていてプレッシャーに感じていませんかっていうところで、このカードが出てきてるかなと思います。そこについてもその注目っていうところですよね。自分に注目が集まってほしいなって思ってる方もいるかもしれない。その注目、人からの目線っていうところについてもある程度っていうところで落ち着きましょうっていうところがあります。あなたが人からの注目を求めているのか、または人から期待されすぎていて余計頑張んなきゃっていうふうに自分自身でプレッシャーに感じてるのか、どちらもねここは程よい感じでっていうのが入ってきますから、ここねうまくポイント押さえていきましょう。周りとのバランス、自分への圧、自分自身かけている圧、これらを少し緩めていくことっていうのがポイントです。では待ち望んでいる結果はいつ訪れますかということについて、何日後という数字をトランプからもらっていこうと思います。あなたの待ち望んでいる結果、妥協したら何日後に訪れるのか。はい、もらっていきましょう。7です。7日後ですね。7がラッキーナンバーです。そしてこちらのカード、見直しのカードですね。もう一度評価し直すとか、今の現状を評価するとかですね。一度見直してみましょう。今自分の状態を見直すとか、これから先自分がどのように目標を持ってやっていくのかとか、どの具合でどのパワーバランスでやっていくのかとか、そのあたりをね見直してみましょうっていうアドバイスも入っています。ではさらにチベット構想のオラクルカードからもメッセージをもらっていこうと思います。あなたの願望成就のためには今選択が必要になってくる。そのね、どんな選択をしていけばいいのかっていうところなんじゃないかなと思うんですよね。ただ選択することについて内容は妥協してもいいんじゃないかと、 100% 成功を求めすぎなくてもいいのではないかというのは出てますよ。いろんな選択肢があるから一度こう選んでみて、一回きりじゃないかもしれない。一回選んで少し違うなと思ったらちょっと一回戻って違う扉行ってもいいんじゃないかと、そんな風
風にあなたがこの1個しか選べないと思っているんだけど、実は1個だけじゃなくて、ダメだったら引き返してきて違うところ選び直してもいいんじゃないっていう風にも伝わってくるので、そんな見方があったんだっていうことに気がつくのかもしれません。タロットカードからももらっていきましょう。はい、こちらのカードです。はい、運命の輪のカードですね。今ピースが揃う時です。はい、チャンスが巡ってきます。今この時だ、この瞬間だっていう時がやってくるのではないでしょうか。それにうまく飛び乗っていきましょう。その自分の殻から抜け出すとか、迷っている抜け出す時がやってくるのかもしれません。ね、本来あるべき自分の心のね、欠けていたある部分がピタッとはまって、自分っていうものをね取り戻し、温かい自分でこれからやっていけるのかもしれないし、またはね完璧じゃなくてもいいよってこともこのカードから伝わってきます。何々しなければいけない、正しい道を選ばなければいけない、そう思い込みすぎなくてもいいんだよって、少し欠けていてもそれが逆にね魅力になったりもするので、完璧な自分が 100% 正しい美しいわけではないんだってことに、あなたはこれから気がつくのかもしれません。そうだっていうふうに思い出すのかもしれないですよね。よくよく考えてみたらそうだよねっていうふうに思うかもしれませんね。ではこちらのカードからメッセージをもらっていきましょう。すべてを即決する必要はありません。よく考えることができるはずです。この世界で最も価値のあるもの、それは相手を思いやる心です。はい、この2枚をぜひお受け取りください。急いで決めることはありません。よく考えていきましょう。そして相手を思いやる気持ちがこの世界で最も価値あるものです。そして好転アドバイスですね。お選びいただいたオラクルカード、フローウィズ・ア・リズム。はい、リズムに乗りましょう。あなたのリズムや周りのリズム、この流れね、このテンポっていうんでしょうか、そこにズレを感じていたり、周りと自分が違うと思っていたり、合わせなきゃいけないとかね、また自分についてきてほしいって思っていたりとか、この周りと自分のリズムや流れですね、ここについてメッセージが込められているんじゃないかなと思います。どうでしょうか。今一度見直してみて、自分が周りのリズムにね合わせて乗っていくのか、それともね自分と周りは違う、だけどそれでいいんだって、それもそれでいいんだって、みんながみんな完璧に揃ったダンスっていうのはできないと思うよって、ちょっとぐらい違くてもみんなが楽しいって思える気持ちがいいんじゃないかっていうね、そんなメッセージも入っているのでね、この流れをね大事にしてって、それぞれ違うんだけど、でもねあったかいなって思う気持ちは一緒だよねって、仲がいいねってところは共有しておきたいね、そこを大事に思うっていうことかもしれませんね。リズムに乗る、それぞれが違う踊り方をしてるけど、リズムに乗って流れに乗っていきましょう。そして具体的なアドバイスとして、ダンスをしたり体を動かしたり音に乗ったりリズムに乗ったりすることも、これから開運していくこととしてメッセージが入っています。ぜひね体を動かしてみてください。今回待ち望んでいる結果はいつということで、ラッキーナンバーが7番、そして結果は妥協しましょうっていう結果になっています。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。待ち望んでいる結果はいつやってきますかということについて見ていきました。具体的な数字、何日後、ラッキーナンバーを出していきました。ここのエンジェルアンサーカードのね答え、これをポイントに参考にしてやっていったら、何日後に結果がやってくるのかという流れで見ていきました。エンジェルアンサーの、メッセージというのも取り入れてみてください。はい、ということで今回は、こちらのチベット構想のオラクルカード、白と赤両方使って共通メッセージをもらっていこうと思います。今あなたの待ち望んでいる結果をより早く受け取っていくためにっていうことでメッセージをもらっていきましょう。今回は共通メッセージです。そしてこちらからももらっていきましょう。
そしてトランプもね、一緒にメッセージとしてもらっていきましょう。待ち望んでいる結果を早く受け取るために、より早く受け取るためにということで、こちらも共通でメッセージと数字をもらっていきましょう。はい、ではこちらで見ていきます。まずメッセージですね。はい、その道は本当にあなたが目指すべき方向ですか？人の心は柔らかい粘土のようなものです。どんな形にするかはあなた次第です。人の心は柔らかいもの、そしてその柔らかい粘土のようなものをどんな形にしていくのかはあなた次第。そしてあなたが目指すべき方向をもう一度見直してみるっていうことが共通メッセージかなと思います。この2つを取り入れていくと、より早く待ち望んでいる結果が訪れると思います。目指すべき方向について考え直しましょう。そしてどんな形にしていくのかっていうのはあなた次第なんですよ。そしてトランプからもメッセージをもらっていきましょう。こちらですね。このカードは優しさを表しています。そして13とかイニシャルの K っていうのがね、ポイントになってくると思います。優しさを持って接していきましょうとか、自分自身に対して優しくしましょう。リラックスする時間を持ってもいいでしょう。最近忙しくて頑張っていたのではないでしょうか。または自分自身に悩みがあって、そして決めきれない、なかなか勇気を持って動いていけない、優しいがあまりに周りに遠慮してしまう、そんな自分もいたのではないでしょうか。だけど無理してね、何かを決めなきゃとか焦る必要はありません。周りに合わせすぎてしまっていて、自分を見失っていて、それが苦しいんだったら、今ここのメッセージを取り入れて、どんな形にしていくのかなってもう一度見直してみればいいし、そこまでね苦しくなくて、他人に合わせすぎることが決していけないっていうわけではないので、合わせすぎてしまう自分もいいんだっていうふうに受け止めてあげることも、これがね一つの形になるんだよってことが言われていると思うので、あなたが今この自分の持っている優しさについてどう感じていますかっていうことだと思います。優しすぎるのがいいとか悪いとかではなくて、それを決めるのがあなた次第なのではないかと。そしてそれを使ってね、どういう形にしていきたいのか、自分の持っている優しさをどんな風に生かしていきたいのかっていうのを今考えてみてねっていうメッセージだと思います。ぜひこちらもお受け取りください。より自分の待ち望んでいる結果を早く受け取るためのアドバイスです。今回は新しい試みとして待ち望んでいる結果はいつですかというのをテーマに取り上げてみました。これからも様々なリーディング動画、テーマを投稿していきますので、よろしかったらまたぜひ遊びに来てください。では今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。